皆さんこんにちは。グルーのふみまるです。ジェットひろしです。そうなんか最近いろいろやっぱこれも話題になってる話で、少子化対策テレビとかニュースとかでよくやってるじゃないですか。やってますね。異次元の少子化対策ってやつですよね。よく最近耳にしますよね。どんな異次元なのかすごい気になるところなんですけど、巷で囁かれてるのは萩生田政調会長、はい、異次元すぎる発言。あれは異次元違いじゃないですか。畳を変えたりとか、なんか住宅を無償化してリフォームするみたいなことを言ってた話ですよね。なんか少子化対策のために、住宅のトイレ、風呂場、畳などを取り替えて新婚生活を送りやすいような形でって言ってましたけど、それって、子供が増えることに全然つながらないですよね。関係ないですよね。全く言っていいですか。はい。見当違いの話じゃないですか。だから僕も最初聞いたときは、そっちの異次元なのっていう、確かに異次元すぎるは異次元すぎますよね。なんていうんですか、標準が合ってないですよね。話の趣旨が子供を増やすために、例えば出産費を無料にするとか、要するになんていうんですか、保育料を無料にするっていうんだったらまだわかるんですけど、畳交換したりとか、全くそんなのは自分で勝手にやってもらいたいですよね。なんかターゲットが全然ずれちゃってですね、例えば本当に今おっしゃってたように、子供に対するじゃあこういった支援をしますっていうんだったら、もう直接こうね、届きますね。届きますよね。それ畳替えの直接ってあれですよね、届かないですよね。畳返しされちゃうかもしれないですよね。確かに総理大臣の言ってた異次元の少子化対策っていう名目では合ってるのかもしれないけど、それは違った意味の異次元。異次元違いですね。異次元ですよ。確かにだって畳とか風呂場とかあんまり関係ないですよね。ほぼ関係ないですね。だから日本の政治家ってまみれだらって視点が全然ずれちゃってて、それでどうやって子供が増えるんだろうっていうこと本当に真面目に議論してるんですかね。もっと直接的なね、ギャグでやってるんですかね。いや僕もそう思いました。もう間接的すぎちゃってもうギャグとしか受け取れないですよね。だから最初異次元、そっちの異次元にしてもう大爆笑しましたよ、この中で。そうですよね。やっぱり人にはいろんな視点がありますけど、そこまでずれてる人がその国の舵取りやってるんだからよくはならないですよね。ピントがちょっとずれすぎちゃってて、子供をどうやって増やすかとか、どうやったら出産して負担がかかんないかとか、そういうところをやるのが異次元だと思うんですけど、畳み替えたり住宅の住むところにリフォームするっていうところで、それで子供が増えるんだったら困らないですよね。まだあれじゃないですか、明石市がやってる何でしたっけ、ミルク無料とか、高校生まで医療費が無料だとか、そういうやり方をしてるんだったら、もしかしたら増えるかもしれないですね。確かに成果は出てるみたいですよね。おむつミルクの無償化と第2子のあれじゃないですか、保育料が無料だってやつですね。あと小中学生とかの給食の無料化、すごいですよね。あと高3までの医療費の無償化でしたっけ。それってすごい大事じゃないですか。畳み替えるよりそっちの方が大事ですよね。全然もうね。そうですね。だから畳はどうでもいいけど、やっぱね、病気になったりとかするじゃないですか。で普通やっぱり高校3年生までそれが無料だとすごい助かります。やっぱりこれからね、子供お金かかりますよね。気持ちになるから、やっぱり仮に病気だってね、いくらかかるか分からないじゃないですか。産むのも考えちゃう人も中にいると思うんで。そうですよね。でそれで明石市はなんか人口が増えてるみたいです。すごいですね。僕もなんかちらっと見ましたけど、10年連続でずっと右肩上がり。そうですよね。この国は右肩下がりですけど、明石市は右肩上がりで、そういう何が違うのかっていうところをよく気づいた方がいいかもしれないですよね。そうですね。だからそこを政治家の皆さんずれてるピントじゃなくて、ちゃんとピントを合わせて、政策とかそういうのをやってもらわないと、自分たちのところに金を残そうって考えてるんじゃなくて、自分の財産が全部なくなるぐらいの感じで政治生命やってもらわないと国は良くならないです。疑っちゃえばですよ、疑った話で言えば、さっきのじゃあね、住宅に対する、トイレや風呂場や畳を返してたら、やっぱりそこでなんかこう癒着して、そのバックマージンもしかしたらもらってるのかなって疑っちゃう気持ちも僕ありますからね。そうですよね。入札するのにここの畳屋じゃないといけないとか、ここの決まってますからね。決まってますよね。あれも結構どうやって入札したらいいのかわからない、自由入札って言いながら全然自由じゃないですからね、ああいうのも。
なんかつながりがあったりとか、ね、そうですよ。だからそういうのも含めて全部システムを変えていかなきゃいけないと思うんですよね。だけどやっぱり今の政治家がそういう間抜けなことを真顔でそのなんていうんですか、テレビのアンテナ使って平気で言えちゃう、平気で言えちゃうところが子供たちに見てて誇れないですよね。バカなんじゃないかなって僕から見てて思うんですよね。本当にそう思う。だけどそれを真顔で言ってる政調会長さんですか、よく政調会長なんかやれますよね、それね。いや、世界から見て超間抜けな話ですよ、バカをアピールしてるんじゃないかなっていう感じですね、僕からしたら。もう本当に違った政調会長になっちゃってる感じですからね。そっちの政調会長みたいな。だからある意味そういうことを考えるんじゃなくて、子供の出産率をどうやって上げたらいいかっていうことをもうちょっと考えてほしいなと思いますよね。だから僕なんか思うのが、出産率を上げるのは子供の数が多ければ多いほど年金を多く上げるっていうふうにすれば、多分産むやつが多くなると思うんですよね。この前も思ったのが、子育てってお金かかるじゃないですか。5人と3人だったら5人の方が金かかりますよね。そしたらその5人の人に年金を多く上げるっていうシステムにすれば、産む人も多くなると思うんですよね。それでいてやっぱその5人が国を支えてくれるわけですよ。基本的に支えてる人数が多ければ多いほどやっぱ国は豊かになっていきますからね。いや本当そうですよ。だって国の未来っていうのは、ね、子供たちが作るものであって、それはもうニアイコール国力と同じですからね。そうですね。だからそういうところに真剣に切り込んでやってもらいたいのに、畳だとか風呂場のなんとかっていうのを考えんじゃなくて、風呂場とかそういうのはどうでもいいですよね。間接的すぎますよね。間接でもなんか第一次の間接だったらまだいいんだけど、もう間接の間接の間接のどこまで先行っちゃうのみたいな。この人何を言ってるのかなと思って、どっかのリフォーム屋の回し物かなと思いましたね。ちょっとそれか半分寝ぼけてるのか。いやだけど困りますよね、ああいう寝ぼけた発言。有権者の皆さん、よく考えて選んでください。そういう間抜けなことを言ってる人が日本の政調会長ですからね。笑っちゃいますよね。下手したら海外から見たら笑い物ですよ、本当に。正直僕が思うのは、これ異次元の少子化対策ってあると思うんだけど、なぜ今こういう状況になってるかっていうと、子供を産むのにね、不安に思ってる人がすごく多いと思うの。例えばそれはあれでしょう、お金がかかりすぎるとか、そういうところが不安だから、結局そこにお金が出せるのかとか、そういうところですよね。養育費だったりとか、教育費だったりとか、いろいろお金がかかるわけじゃないですか。でそれに対してみんな、不安を感じて産まない人たちが多いと思うのね。実際、産みたいと思う人は本当はいるんだけど、そういうのは費用がかからなければね。でそれに対してやっぱ不安があるから、今抵抗を感じてどうしようかなっていうふうになってると思うんだけど、ちょっとニュースとかで見てて、その少子化対策のために卵子凍結ですかとか、あと卵子の目安を測るのをなんか条件付きで無料にするって、それって僕の中で根本的にちょっと違うのかなと思うのは、さっきのズレと一緒ですよね。畳替えと一緒で、そこじゃなくて、どうやったら子供を産みやすい環境にするかっていうところじゃないですか。どうやって産みやすい環境にして、さらに産みやすい、産みたいっていう思う。これってさっきの言った、少子化対策とか卵子量とか卵子凍結でしたっけ。あれってもう最初から産みたいんだけど、体の不調とかで産めないわけじゃないですか。産みたいっていう気持ちはもう前提なんですよ。本来でもこの問題に対して向き合わなきゃいけないのは、子供を産むのに不安を感じている人のその不安を取り除くことが大事なわけであって、それをまず最初にやらなきゃいけない。分かりやすく言えば、産みたい人に対して対策じゃなくて、産みたいけど不安があって今現状を産めないっていう人の不安を取り除くのをまず最初にやった方が、僕の中でも優先順位はそっちなんですよ。優先順位がだいぶずれてるから、視点が本当にずれまくっちゃってる。産婦人科のそういう医療機関からバックマージンがあるとか、そういうのとしか思えないですよね。なんか分からないけど、正直な話言うと結局それが完全に効くとも思えないし、僕それだったらこういうのも提案して言いたいのが、今の子供って例えば小学校中学校もそうなんですけど、みんな大体塾行くじゃないですか。学校の勉強だけじゃ、例えば有名私立中学、有名私立高校には受からない、本来おかしくないですか。だって学校で勉強してまた夕方塾行くんですよ。それだったらその学校で受かるだけのそのスキルの勉強を教えればいいと思うんですよ。学校だけで例えばできるんであれば別に塾行く必要ないじゃないですか。塾に行かなきゃいけないっていうなんかこの社会の流れ、
本来だって昼間勉強してまた夜も勉強しに行くわけですよ。本来必要ないですよね。だって昼間勉強してるわけだから。まあ、分かりやすく言えば、例えば何のために塾行ってるのかって、学校行くために塾行ってるのか、本来だって目的っていうのは学校に行ってそこで学ぶことが目的なわけじゃないですか。それに対しての次の次元、2次元の学校に行くために、学校でうまくいくために行くわけですよ。それは正直言って普通考えたらちょっとおかしいですよね。おかしい、冷静に考えたらね。そう、それが月例えば3万だ5万だってかかるわけじゃないですか。それも年間通すとすごいバカにならないし、そういうところも含めて、例えばまあ本当真面目にやってる子がいて、学校だけ通って、それだけそのスキルだけでそういう高校とか中学とかに受かる授業内容であれば、別に塾行く必要ないと思うんですよね。そうですよね、だから学校に本気に教える、だから塾に通う必要のないものをちゃんと教えれる、提供できるようにしとけば、文部省がね、正直言っちゃえばもうその時点で OK なわけですからね。そう、それでも行きたいやつは行けばいいかもしれないけど、だけどそこに行かないと受からないっていうのは僕なんか正直分かんなくて、じゃあそれだけのレベルの勉強をやってないってことになるわけじゃないですか。ということは学校の意味がないってことですね。そういうことですよね。だからそういうのを一つやっぱり、子供を産むっていうところで塾行かせなくちゃいけないっていう頭があるから、お金がかかるから産みたくないっていうところにもまず引っかかってくると思うんで、だからそういうところももうちょっと考えて、文部省とか教育委員会とかそういうのを考えて、もうちょっとこう改革進めてもらわないと、やっぱ子供って増えていかないな。トータルで、ね、考えたら、さっきのね卵子の凍結は何だろうというより多少ジャンルは変わるけど、学校自体をレベルアップ化させようっていう、それでも考えてみたら、大枠で言ったら結構ね、そうですね、さっきの話よりは間接的ではあるけど、大事なことですからね。そうですよね。それこそ本当の異次元の少子化対策では、合ってるかもしれないね、言葉にはね。そうですよね。だからそういうところにスポットを当ててもらいたくて、畳み替えたりとか卵子凍結とか、まあそういうのはなんかなんていうんですか、もう異次元すぎちゃって、異次元じゃなくても3次元か4次元ぐらいいっちゃってて、正直なんかピンとこないんですよね。もうちょっとできることを着実に成果のあるところをやらないと、子供は増えていかないし、結局減る一方ですよ。僕らだけじゃなくてもみんなでね、強い意志を持ってその情報共有し合っていい方向に持っていけるような形になるといいですよね。そうですよね。だからやっぱりそれにはみんな一人一人が声を上げていくってことが大事ですね。最後までご視聴ありがとうございました。今回の内容が良かったと思った方はぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。この動画の下には概要欄もあるので、よかったら見ていってください。見てください。それと今回の動画に対するご意見やご感想に、またもっと詳しい内容を知ってるよっていう方がいましたら、ぜひメッセージ待ってます。待ってます。